はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？このポッドキャストでは、日本人の私が普段友達や家族と話をするような自然な日本語でお話をしています。少し難しいかもしれないけど、イラストや単語でフォローしていきますね。で、今日はね、また1時間の雑談をとっていこうかなと思っています。で、この1時間の雑談ね、とっても好評でありがたいです。はい。見てくれた方々、皆さんありがとうございます。で、結構みんなね、家事をしながら聞いてくれたり、あと、ドライブしながら聞いてくれたり、そして、食事をしながら聞いてますなんていう声もいただいています。本当にありがとうございます。でも、実際ね、聞き流しができるっていうのは、このポッドキャストのね、すごくいいところですよね。画面を見なくっても楽しめるコンテンツっていうのは、みんな忙しいね、今の時代に何かをしながら、そして空いた時間に、ちょっと空いた時間のことを隙間時間って言うんだけど、その隙間時間にね、聞くのに本当にぴったりだなと思います。だから私もね、いろんなポッドキャストを聞きますね。で、今日は私もみんながね、聞いてて疲れないように長いのでね、そして楽しめるように意識してちょっとお話できればなと思っています。ということでね、少しちょっときちんとした言葉で前置きをしたんだけどさ、ちょっとみんな聞いて。もうね、実は今ショックを受けていることがあって、車がね壊れたんですよ。そう、9年ぐらい乗ってた車です。いよいよ壊れましたね。ついに寿命を迎えたかなっていう感じです。もうね、急にお金が必要になりそうでね、こういうのを急な出費とか、予定外の出費って言いますね。もうとってもしょんぼりしています。そう、へこんでる。そうなの。もう残念。ねえ。みんなの国では車って何年くらい乗るのが普通だよとかってありますか？何年乗ったら新しくする？そういうのね、買い替える人が多いよみたいな年数とか距離、これってね、きっと国によって結構違いがあると思うんだよね。あんまり年数なんて関係ないよっていう国もあるよね。壊れたら直して、でずっとね古い車を使い続ける、乗り続ける、動かなくなるまで使い続けている国っていうのもあるよね。タイとかすごく古いレトロで可愛い日本車が走ってるイメージがあります。日本はね、この目安なんだけど、だいたい一つ目安があります。で、車がねできてから今まで走った距離、これを走行距離って言います。で、走行距離でだいたい10万キロ。そう、1年に1万キロ走ったとして、10年から12年ぐらいとかかな。1年に1万キロ走る人は結構多い方だと思うので、もう少し少ない人だとね、12年ぐらいになりますよね。タイとかのね、そのレトロな車が走っている国と比べたらすごく短く感じますよね。で、日本人の人たちに何年で車を買い替えますかっていうアンケートを取ると、3年、5年、そして10年以上、この3つが多いですね。3年とか5年の人は車がまだ高くね売れるうちに新しいのに買い替えちゃう、そういう人かなと思います。で、一番多いのはこの私みたいな感じですね。10年近い人、そう10年以上って答える人ですね。で、実際その私の壊れてしまった車
もう9年半ぐらい乗ってるんですよ。で、走行距離ももうすぐ10万キロ。9万ちょっと行ってて、こう10万キロを目指して乗ってるようなタイミングだったんですよね。加えてね、タイヤの交換もそろそろしないといけないって言われてたんですね。タイヤもさ、ずーっと乗ってたらツルツルになっちゃうでしょ、ここの表面がね。で、そろそろ交換した方がいいですよって、この前の検査の時に言われてたんですよ。そう。で、タイヤの交換は、日本でやったら、だいたい4つで、こう15万ぐらいかな。ちょうど1000ドルとか、そんぐらいですよね。だから、それはさ、少しでも安く交換したいから、次にコストコに行ったタイミングでね、変えようかなーってちょっと思ってたんですよ。そろそろ変えなきゃなって。もうそう思ってたら、もうちょうどその矢先です。ついにね、なんか車のそのトランスミッションっていう、こうギアのなんか切り替えの部分のもう中身ですね。なんかそこの機械自体がもう壊れてしまったらしくってね。なんか運転してるとね、こう定期的にね、こうある一定の感覚でこうドンってね、なんか後ろから押されるような、こう加速するような感覚が出たんですよ。で、それでなんだろう、怖いなと思って修理に持って行ったら、もう丸ごと交換が必要ですって言われちゃって、でさ、その修理費用ね、もういくらだと思う？これなんかもうこれまた前プロジェクターの話した時もさ、私この値段がショックだったっていう話をしたと思うんだけど、もう今回この車です。この修理費用ね。で、私その高くても50万円くらいかなって思ってたんですよ。それでもこう50万円でも十分高いわっていう感じなんだけど、それくらい覚悟しながらね、こう修理屋さんのその電話を待ってたんですよ。修理にかかる値段を聞いてから実際に修理するかしないかを決めることができるんですね。だからそういうのを見積もりを取るって言います。見積もりを取ってもらってたの。だからいくらになるかなと思って待ってたの。そしたら電話がかかってきて、まゆさん、お待たせしました。修理料金出ました。はい、いくらでしたって聞いて、申し上げます。245万2450円ですって言われて、もう私は思わず笑っちゃったんだけど、245万ってさ、そんな値段修理で出ることあるってなって、だからなんか思わずね、もうその電話先の担当の人に245万ですかって笑っちゃったんですけどって言ったら、なんかいえ、僕もこんな高い修理の金額を見るのは初めてですとかってね、この営業のその電話先の担当の人がね、言ってて、それさ、もう修理するっていう選択をする人いるのっていう金額なんですよ。だって私がね、その乗っている車はまだ全然ね、うちより年数が経ってない中古、新品じゃなくて中古ね、誰かが使って売った車、それでも245万円くらいでもう売ってるんですよ。もう全然1万キロとかさ、2万キロとか、それぐらい走ってる中古の車がね、もうすでに245万くらいで売ってるの。なのにさ、その今10万キロももう走ってて10年乗ってる車をね、245万かけて、もう誰が修理するんよっていう話になって、だからそうなるとね、なんかいよいよ買い替えかなって、そういう感じになってきましたこれみんなだったらどういう判断してますか？もうね、買い替える？修理して乗る？ね、うちの車だったらこれぐらい、うちの国だったらこれぐらいの修理費で済むから
みんな乗るよみたいなね、そういう皆さんの車事情をねちょっと教えてほしいなって思いました。ぜひコメントで書いてください。そんな風にね、車を持つっていうのはお金がかかります。そうだから最近ね、車を持たないっていう人もね、日本でもとっても増えてます。でもちろん車って買う時のお金も高いんだけど、持ってるお金、この維持するお金、いわゆる維持費ですよね。それがね高いんですよね、維持費が。で私調べてみたんだけど、だいたい普通の車で5、60万ぐらい平均でかかるそうです。日本で車を持ってたらね、年間です。1年で50万とか60万。3000ドルから4000ドルぐらいの感覚かな。だから持ってるだけでまず税金がかかります。それから保険も入らないといけないですよね。あと事故に遭った時、やっぱり保険に入ってないと大変だからね。で最近さ、ガソリンもすごく高いでしょ。でさっきも細々と修理をしてたんだっていう話をしたけど、やっぱりそういうメンテナンスですね、そういうのがちょくちょく必要になるんですよね。だから車を持たずにレンタルするっていうのもすごく流行っているんですね。都会だと近くの駐車場ね、タイムズとかがあるんだけど、そういう駐車場にねみんなが使える車が置いてあって、それをねアプリで予約する時間帯でね、そういうシステムとか、あとは月々毎月1ヶ月いくらってそういう決まった金額でレンタルをする、そういう代わりにさっきの車検のお金とか保険料ですね、保険のお金、そういうのは一切払わなくていいよっていうシステムもあります。もしね、みんながいつか日本に来た時に車が生活に必要だなと思ったら、最初はそういうサービスを利用するのが早くてね、とってもお手軽だと思いますね。よくね暮らしのお金の相談、そういう生活費とか家族のお金とかね、暮らす上でのお金、そういうのの相談に乗ってくれる人、日本ではファイナンシャルプランナーですねっていう資格の人がいます。でそういう人が発信してるね情報を見ると、やっぱり週末だけ車を使うのか、平日も毎日使うのかっていうところが買うか、それともレンタルするかっていうのの大きな一つの判断基準になるみたいです。だからうちはね、やっぱり毎日すごく使っているので、やっぱり買うことにしようかなっていうので、予定外の出費だなと思ってね感じています。で予定外とはいえ、実際ねもう10年近く乗っていたので、買い替えの覚悟はね頭では分かってるんですよ。してたんです。でも思ったよりも少し早くね、その時が来たなっていう感じがします。ショック今回の車もそうなんだけど、家電もね思ったより早く壊れたぞっていう感覚になりやすい、そういう買い物だなって思います。ここからはね、だからちょっと日本の家電の話をするね。で日本の家電ってみんなすごいいいイメージない？性能が良くって壊れにくいみたいなね。で実際ね結構その通りだなって思います。じゃあ実際日本の家電、電化製品はどれくらい持つと思われているのか、常識ですね。さっきの車でいうだいたい10年10万キロみたいな感覚、それと同じように
だいたいこの商品ならこれくらい持つよねとか、それより早く壊れたら、まあちょっと良くない商品だったなみたいに思う。そういう目安ですね。で、それを紹介していきます。で、日本の家電はね、これ意外と結構シンプルです。だいたいいろんな家電が10年ですね。10年。で、まず冷蔵庫ね。実はね、冷蔵庫ってさ、24時間ずっと動いてるから、一番休まず働いてくれてる家電だよね。そう。で、冷蔵庫は、まあ大体壊れるときはね、突然止まるとかじゃないんですよね。なんとなく、この辺のエリアが冷えてない気がするとか、あと、なんか、モーターの変な音が鳴るとかね。だからそういうので、こう、買い替えを検討するんじゃないかなって思います。で、そういう症状が出た時に、まあ、10年経ってたら、もう買い替えようかってなると思いますね。で、次にね、洗濯機。これも10年って言われてるんだけど、洗濯機にはね、縦型、ね、こう、洗濯物をポイって下に入れ、こう、筒みたいなところにさ、こう入れる、縦型ね、と、あとドラム式って言って、こう、横向きにね、こう、穴があって、そこに入れる。まあ、そういう2種類あります。で、この洗濯機って、国によって結構スタンダードが違うらしいですね。ヨーロッパはドラム式がメジャーだって聞きました。そうなの？でね、日本はね、まあ半々か、やっぱりまだ縦型の人の方が多いかな。と思います。で、ドラム式をね、日本で選ぶ人っていうのは、乾燥機までついてるものを選びます。だから、こう、もうね、洗濯物を入れて、ボタンをピッて押したら、もう洗濯から乾燥まで全部やっちゃうっていうやつ。そう。値段はもうこのドラム式の方が圧倒的に高いです。縦型のね、倍ぐらいしますね。一番性能がいいものだと、パナソニックが有名なんだけど、やっぱり今で38万から40万ぐらいしますね。高い。で、私はね、この縦型の洗濯機と、このドラム式、両方試したことがあります。でもね、ドラム式はね、やっぱりちょっと壊れますね。あと、もう洗浄力、洗う力、汚れを落とす力は、やっぱりちょっと弱い。ドラムの方が弱い。縦型の方がよく洗える。そんな気がします。で、これはね、ヨーロッパのはちょっとわからないです。使ったことがないからね。日本の縦型のか横型かの話ね。でも、このね、私が壊れやすいって感じたのには、使い方がね、ちょっと悪かったせいもあると思う。これはね、ちょっと反省してる。そう。というのも、ドラム式ってね、洗っていいよって言われてる洗濯機の制限の重さ、容量って言いますね。容量。洗っていい容量が、例えば10キロですって決められてたとしたら、そのままその10キロを入れて、10キロの洗濯物をね、入れて、乾燥までしたらダメなんですよ。乾燥はその半分の5キロしか入れちゃダメなの。そう。ね。まあだから、シワシワになっていいタオルとかね、こうシワがすごいくしゃくしゃって洗濯物がなっちゃうの。ああいうのシワシワって言います。そう。シワシワになってもいいタオルとかは、そのまんま乾燥に入れて、こう服とかさ、あと、そういうズボンパンツああいうのって乾燥機にかけるとすっごいシワシワになるんですね。強いシワが入っちゃう。だから、まあそういうのは出してください。
で、半分にして乾燥してくださいねっていう想定なんですよね。そう。でも、その当時ね、このドラム式を使ってた私は、子供がね、こう保育園に行っていたこともあって、ものすごい洗濯の量が多かったんですよ。そう。で、日本の保育園ってね、すっごい何回も着替えがあるんですよね。たくさん。こう水遊びとかね、びちょびちょになる遊びとか、こう絵の具で絵を描きましたとかさ、そういう遊びをしてたら、その度に着替えるので、もうすごい洗濯物の量になるんですよ。で、それをね、もうちょっといちいち干すのも大変で、全部もう乾燥までね、乾かすところまでドラム式にね、任せてやってたんですよ。そしたらね、もう5年くらいかな。普通ね、10年ぐらい持てばいいんだけど、もう5年くらいでね、あっという間に壊れました。はい。もうダメですね。もうちょっと良くない使い方をしたなって反省してます。はい。でも仕方ないですよね。だって回数もさ、その何回回すかっていうね、回数。それも1日に1回を想定して10年だからね。だからやっぱり1日に2回、3回って洗濯回してたら、やっぱり10年より早く寿命は来るんですよね。そう。だからうちはそれ以来ね、もう縦型の洗濯機に戻りました。っていうかもうそれしか使えないですね。うちではね。縦型の洗濯機は本当にあんまり壊れないですね。とってもね、こう水を入れてもう回すっていう、こうシンプルな構造なので、未だにこう20年ぐらい前のものを使ってるっていう人もね、います。そう。あと、なんなら昔の家とかだと、家の外に置いててもね、壊れない。ベランダに出してる。そういう人も全然います。洗濯機は。だからすごい強い家電だなと思いますね。でもこれも、一応目安は10年って言われてます。水が漏れたり、さっきの冷蔵庫みたいにモーターがね、こう変な音がしてきたり、そういう故障はあるって言いますよね。で、それからあとエアコン、電子レンジ、テレビ、この辺も同じですね。10年持ったらいい方かなっていう感じな気がします。だからよく引っ越しをしてから10年目ねはこうかなりの出費をね、覚悟しておかなきゃいけないって言われます。だって全部10年が目安だからさ、こう一気にいろんなものがダダダダダってこう壊れてくるからですね。これにもね、実は今すごく怯えてるんですよ。ビクビクしてます。そう。もうすぐね、引っ越しして10年なので、やっぱりね、こういろんなものが壊れてくるんじゃないかなって頭では覚悟してます。どうなのかな、この10年って電化製品ね、これ長いですか？それとももっとみんなの国は短いですか？もっと早く壊れるよっていう場合はあれなのかな、もうちょっと安いのかな。やっぱりね、結構高い買い物だからしょっちゅう壊れたらね、困りますよね。じゃあここでみんなが観光でね、日本に来たらギリギリ買って帰れるかなっていうレベルの大きさ、そういう家電の中で私が買ってよかったなって思える家電を紹介します。そういうのって QOL ですね。このクオリティオブライフ、生活の質、そういうのがね、こう上がったなって、こう幸せな感じになるね、こうそういう家電ですね。で、全然ね、PR とかじゃないからね、もうこれはただの雑談です。
これ本当に良かったよみたいなのをこう友達にね勧めるような、そういう感覚でお話をするので、気軽に聞いててください。はい。じゃあまずはね、一つ目はコーヒーメーカーですね。私の家にあるそのコーヒーマシン、コーヒーメーカーはエスプレッソは出ないです。エスプレッソが出るマシンだとデロンギとかが有名ですよね。そうではなくって、シンプルにドリップコーヒーがね抽出されるマシンです。で、ツインバードっていう日本の会社が作ってますね。だいたい3万3000円ぐらいで今売ってるかな。で、みんなはね、もし旅行できたらさ、免税ができるよね。羨ましいです。免税ね。で、エスプレッソは、家で抽出するのってすごく大変だけど、コーヒーって普通に、パックのさ、袋を開けて簡単にお湯注ぐやつあるでしょ。ああいうのと別にあんまり変わんないんじゃないかなって思ってたんですよ。そしたらね、使ってみたらやっぱり違うんですよね。まず豆からね、やっぱりその場でゴリゴリとひいてくれて、でそのまんま一番適した温度でゆっくりと抽出していってくれるんですよね。それがね、すごく美味しいんですね。やっぱり忙しい朝にね、すごいゆっくりとコーヒーを抽出する時間っていうのはなかなか取れないので、そこを機械がね、マシンがやってくれるっていうのはすごくいいです。で、コーヒーがとても濃く感じます。で、私はそこにいつも温めた牛乳をね入れて少し混ぜて飲むので、なおさらねちょっと濃く出てほしいんですよね、コーヒーが。で、朝に起きてコーヒーマシンをね、もう水を入れてセットして、でボタンをピッて押すだけでいい香りがしてきてね、で美味しいコーヒーが飲める。これはね本当にいいですね。で、もし壊れたとしてもまたね同じものを買うかなって思います。贅沢品なんだけどね、なんか洗濯機みたいにさ、ないともうちょっと生活ができない、そういうものじゃない。なくても暮らせるんだけど、あるとすごくいい。そういうのの代表がコーヒーマシンかなって思います。で、次にね、掃除機かな。で、私は今シャークの掃除機を使ってます。シャークはアメリカが本社だったと思いますね。で、シャークね、すごい細くて軽くてね、楽なんですよね。片手で掃除機をかけることが多いから、やっぱりね重たいっていうのはしんどいんですよ。掃除機をかけるのがもうそれだけでね、とにかく楽に感じます。で、昔はダイソンをね使ってたんですけど、やっぱりねちょっと重たいんですよね。手が疲れちゃうんです。あとなんかここのバッテリー、充電、そのモーター、それがなんかやっぱちょっと弱いですね。すぐ電池がなくなっちゃう。すぐ動かなくなる。なんかあんまり頑丈なイメージがないです。なんかでも当時ね、ダイソンは宣伝がすごく上手で、新しく日本に入ってきた時で、吸引力が変わらない唯一の、ただ一つのってことですね、掃除機。そういうキャッチコピーでね売ってました。で、これは昔はね、日本の掃除機は紙パックのものが主流だったんですね。ゴミを吸ったら掃除機で使い捨ての紙パックの中にゴミが溜まっていって、それがいっぱいになったらもう捨てる、そういう方式のシンプルな掃除機です。で、紙パックってね、このゴミがいっぱいになってくると
吸引力がね、ちょっと落ちてくるんですね。だんだんちょっと吸いづらくなってくる。吸いづらく。ね、シュって。そう。それがお困りごととしてあったんですよ。日本人の中に。で、それに、その吸引力が衰えないっていう言葉がすごくいいキャッチフレーズでね、そうなのってなって、売れたんだと思います。で、それですごく流行ったんだけど、実際使ったらね、あれ吸引力めっちゃ衰えますからね。そう。なんか、誰ですか衰えないって言ったのっていうくらい、なんか結構やっぱり壊れたりとか、あと重たい。そして吸引力どころか、そもそも電池が切れちゃったらもうね、動かない。うんともすんとも言わないとか言います。ね。もう動かなくなっちゃう。だからそれに気づいて、もう今はあんまりダイソンはちょっと人気がないイメージがありますね。日本だと。うん。で、今使ってるそのシャークは、こう上の部分がね、なんか取り外せて、こうホースみたいなこうね、それがピッて外せて、こうハンディの掃除機になるんですね。そうすると、やっぱりこう食卓テーブルの上とかさ、パンのカスとかね、すごく落ちるから、そういうのを吸うのに、こうね、とにかく小さくて細くてやっぱ軽い。これがね、すごく便利で愛用してますね。だから、シャークにしてから、掃除機をね、こうかける頻度がすごく上がりました。はい。で、3つ目です。3つ目。これがね、意外と一番、おすすめしたい家電かもしれないです。大好きな家電です。布団乾燥機です。はい。何それっていう人ね、絶対いると思うんです。これね、すごく日本独自の家電らしいんですね。布団乾燥機。で、日本はすごく湿度の高い国です。ジメジメしてる。だから、布団全体を、こう、マットレスとかも含めてね、こう、熱い温度で、風で乾燥させて、こう、水気を飛ばしてね、水分を飛ばして、カビが生えないようにするための家電なんです。あとは、ダニをね、退治したりするときなどにも使います。で、すごく単純で、まあ、要するに、こう、すごく熱い、高温の風が出てくる家電だから、布団のドライヤーみたいなイメージかな。で、なんでこれを私がね、なんでこれ家電が大好きかっていうと、冬に使うとね、最高にあったかいんですよ。もちろん、夏場に、本来の目的で使うこともあります。そのダニを退治したいし、乾燥させるとね、すごく布団がパリッとするんですね。肌触りがいい布団になります。で、本当にダニを退治したりとか、こう湿気をね、飛ばそうと思うと、30分とか1時間ぐらい温める必要があるんですね。だから、そうじゃなくって、本当にシンプルに、こう、布団を温めたいっていう時の機能。それはね、もう5分とか10分でいいんですよ。で、これがね、寝る時の布団もね、もうふわふわにね、暖かくしてくれるんですよね。で、大体、この U 字のその暖かい風が出てくる先端を、この足元に入れるので、こう、布団乾燥機のね、その暖かい風が、ちょうどね、こう、冷えがちな、つま先のさ、こういう先にね、こう、来るんですよ。だからすっごく暖かいんですね。もうこれはね、一度冬に使ったら、もう手放せなくなりました。なんか、冬の、こう、入りたてのお布団って、まだ寒いじゃないですか。ちょっと冷たくって。こう、自分の体温がね、自分の暖かさが、こう、布団に移って、暖かくなるまで、こう、結構時間がかかるでしょ？これがね、
もうあったかい風がもうブワーってこうね布団の中に広がってくれるので、本当にいい家電です布団乾燥機はね素晴らしい、ぜひね日本に来たら買って帰ってみてください。はい、みんなの国にもさ、そういう日本にとっての布団乾燥機みたいな、なんかそういうマイナーな家電ってあるのかな。でもきっとあるよね。その国の暮らしの困りごと、ちょっと困ってることを家電でこう解決する、そういうニーズって絶対あるから、きっとみんなの国にもオリジナルの家電ってあるのかなって思うんですね。もしあったらぜひ教えてください。めっちゃ興味あります。で、家電を買うときにね、みんながもし日本に来てね、こう家電を買う、日本の家電を買うぞってなったときに、安くなるのか、要は値引きって言いますね。その値引きができるのかっていうお話もちょっと補足で説明しておきます。やっぱさ、できる限りお得に買いたいですよね。でも日本の電気屋さんってこう値引きできるの？なんか疑問でしょ？アジアのさ、こう市場とかだったら、こういい値でね、値段がつく。こう決まってなくって、交渉して値段が決まるみたいなところもあるけど、日本の家電はさ、一応値札が全部ついてるからね。それに対して交渉ができるのか。これより安くしてよって言ったら下がるのか。これはね、ものによるんだけど、結構下がります。できないかもしれないけど、行ってみましょう。そういうのね、ダメ元でもやってみてって言いますね。ダメ元っていうのは、ダメでもともと。だから、できなくっても、まあ、ダメだろうな、どうせと思ってちょっと頼んでみる。ね、最初はゼロだからさ、だから損はしない。そういう意味です。失敗しても大丈夫だから、一回ね、こう言ってみるといいと思います。で、むやみやたらにね、こう安くしてくださいって言うんじゃなくって、大体みんながね、多分家電を日本に買いに来たら、ヨドバシカメラとか、ヤマダ電機、あとエディオンとかね、なんかそういう大手の大きな家電屋さんに行くと思うんですよ。で、インターネットでだけ販売してるみたいな小さな家電屋さんじゃなくって、実際に店舗がある大きな家電屋さん、そういうところで買うときには、その他の大手の家電屋さんが同じ商品をいくらで売ってるのかっていうのを、これをね比べてみてください。だから自分がヨドバシカメラに買いに来てたら、じゃあこれはヤマダ電機だったらいくらなんだろう。で、ヤマダ電機に買いに来てたらヨドバシだったらいくらなんだろう。こういうことですね。で、その値段にそっちの方が安かったら、今いるお店より他のお店の方が安かったら、その値段にしてくださいっていうのは結構聞いてくれます。そう。ヨドバシカメラではね、私やったことないんだけど、ヤマダ電機にはよく行くんですよ。最近そのエディオンとね、くっついたってニュースになってました。で、あそこはね、そのヨドバシカメラの値段に合わせるっていうのは結構やってくれます。もちろんね、そんなことしないよ、普通に買うよっていう日本人も全然います。だからこれはあくまで私の話ですね。そう。でも、私は仕事でね、ちょっと商売というか、こう値段を交渉する仕事をしてたことがあるんですね。だから、ついついね、やっちゃいます。はい。あとね、やっぱり住んでるのが大阪なんですね。で、だからね、ちょっとそういうのがね、言いやすい雰囲気っていうのがあります。なんかこう、安くしてくださいって標準語で言うよりも、もうちょっと頑張れますみたいな感じでね、こう関西弁で言う方が交渉がね、こうちょっとやりやすいんですよね。
山田さん、電気のね、店員さんに、これ今欲しいんですけど、ちょっとヨドバシさんやったらこの値段なんですよって言って、だから、この値段にしてもらえないですかねみたいな感じで、少しね、フランクに頼みやすいんです。うん。関西弁にはね、なんかこう、敬語と敬語じゃない、ちょっと間の言葉みたいなフランクさっていうのがね、存在するんです。だから、店員さんにはね、そんな風に少し気軽にお願いしやすい空気があるなと思います。もしね、だから皆さんが交渉するときには、ちょっと関西弁はさすがに難しいけど、ちょっと愛嬌を込めて明るくお願いをしてみてください。で、もちろんね、ダメだよって言われることもあります。でもね、それで値段が下がったらラッキーなので、ぜひ他のお店と比較してね、その値段にしてほしいっていうのを交渉してみるのは結構おすすめです。あとは、何個か買うときかな。同じお店で、2つ、3つ、もうたくさん買う。そんな時にも、たくさん買うからっていうのを理由に交渉するのはちょっとありだと思います。そういう時にね、聞いてもらいやすいのは、細かい金額をなくしてもらうことかな。どういうことかっていうと、例えば、いろんなものを買った合計が1050ドルみたいなんだったら、これ、もう1000ドルになりませんみたいな感じのことですね。1000ドルにならへんかなっていうところです。さっきのさ、やっぱ1050ドルとかだと、この50ってちょっと中途半端じゃないですか。1000の方がぴったりですよね。そう、綺麗な数字でしょ。そういう中途半端なこの50ドルをね、こういうの端数って言います。はみ出た数ですね。端っこの数。端数。こういうのをなくしてしまうことを端数を切るって言うんだけど、店員さんにね、端数を切ってくださいって言うと、ちょっと硬い表現なんですよね。だから、これはスラングだと思うんだけど、金額をね、丸めるみたいに表現することがあります。要は、ちょっとはみ出た部分をね、取っちゃうから、平らにする、丸くする。ね。そっから来てるんだと思います。だから、1050ドルかーって、お兄さん、これ、もう、ちょっと1000に丸めときましょうか、みたいな。ね、お願いします、みたいな感じで言いますね。そうすると、家電屋の店員さんがね、じゃあちょっと待っててくださいって言って、上の上司の人にね、相談しに行ってくれたりします。電卓を叩いて。それで、戻ってきて、じゃあいいですよっていうので、値下げしてくれたり、そういうことがね、あります。日本でも。だから、ね、すごく勇気がいるかもしれないけど、意外とね、こういう時ほど、難しい言葉っていらないですよね。スマホにね、金額を入れて、これでどうみたいな、お願いみたいな感じで言うだけでも十分伝わるかなと思います。私はそれでアジアの市場ではね、すごい何回も、店員さんのね、マダムと値段交渉したっていうことがあります。全然喋れない言葉でも。でも、どうなんだろう。これってあれかな。意外と日本人もやらない人の方が多いのかな。ね。私はね、もう絶対に安く手に入れたいんですね。お得に買いたいです。うん。だからね、絶対、ダメ元で交渉はするし、こうやってね、そうやって聞いてもらえるよっていうことを、ここではシェアしておきました。ローカルの、ネイティブの交渉の方法です。はい。じゃあ、ちょっとね、いろんな話をしたので、ぜひお水とか水分をとってね、休憩しながら、皆さんも聞いてください。で、YouTube でね、長い、今回も1時間だけど、そういう長い動画をね、見たり聞いたりしてる人っていうのは、やっぱり広告の間に休憩してるよっていう人もいるのかな。この広告はね、YouTube の。意外とね、私たち、クリエイターの方ではね、自分で設定してないんですね。自動にしてます。どこに入るか、みたいなものは。あんまりね、細かくコントロールできないんですね。で、
ほとんどのクリエイターの人が多分自動の設定にしてるんじゃないかなと思います。で、私もね、自分で YouTube をこうやるまでは、動画を作ってる人が全部決めてるのかなって思っていました。で、実際ね、一応そういう風に手動でこう設定することもできるらしいんだけど、結構ね、手間がかかるんですよね。わざわざこう設定していくっていうのは。だから、基本的には結構自動で設定しちゃってる人が多いのかなと思います。はい。そんなね、YouTube 制作のこの裏側の話を少ししたんだけど、皆さんは普段どんな YouTube を見てますか？何見る？ YouTube ね。私の YouTube を見てくれてる皆さんは、多分他のね、日本語のポッドキャストも聞かれてるかなっていうふうに思います。だから、そこからね、こう、おすすめとかにこう、上がってきて、私のことを知ってくれたっていう人もきっと多いと思います。ありがとう。嬉しい。ね。で、すごくね、伸びてる YouTuber さん、こう、日本語のね、ポッドキャストの YouTuber さんっていうのは、日本人の私が聞いても面白いなって思います。だから皆さんね、本当に上手だなって思いますね。こう声もいいし、あと話している内容もね、なんかこうついつい日本人でもこう聞き入ってしまうようなお話がすごく上手な人が多いなっていうふうに思います。だから皆さんもね、すごい大御所のって言ったらあれだけど、すごくね、安定して配信されてる方々のは安心して聞かれたらいいんじゃないかなと思います。私がそんなことを言うのもね、変だけど、あと、おこがましいって言いますね。なんか、そんなこと言える立場じゃないけど、ネイティブの私から見ても、日本語の会話がね、すごく上手な方が多いなっていうふうに思います。だから、せっかくだからね、今日は普段私が見てる YouTube についてちょっとご紹介します。こう、なんかね、こう紹介していくと気になっちゃって、そっちの方を見に行っちゃうかもしれないですけど、そしたらぜひまた、見終わって戻ってきてください。で、私はね、結構 YouTube 好きなんですね。見てる時間がすごく長い方だなと思います。というのも、見てるっていうよりも、やっぱり聞き流しをすごくするんですね。がっつり、こう画面を見ているっていうわけではなくって、家事をしながらとか、ちょっと寝る前の時間とかね、そういう時にこうイヤホンで聞いたりして、耳で聞けるコンテンツっていうのを楽しむことが多いです。だからね、こう面白すぎて目が離せないようなネットフリックスとかね、あんまり見ないんですよね。そう。もうね、時間がね、溶けていく。そんな風に言います。ああいうのはね、もう本当に。もうあれはあれですっごい楽しい。そして夢中になっちゃう。もうずっと見ちゃう。だから、こう時間がね、気づいたらなくなっちゃうんですね。だから少し、あえて我慢して、見ないようにしてる部分もありますね。そう。で、聞き流しでね、私がよく聞いてておすすめなのが、フェルミ漫画大学っていう YouTube です。フェルミ漫画大学っていうのと、フェルミ研究所っていう2つの YouTube があってね、同じ人が多分運営してるんじゃないかなと思います。で、これは日本の本を紹介しているチャンネルです。で、フェルミ漫画大学の方は、こういろんなね、面白い本の要約ですね。そういうのを漫画のキャラクターが解説してくれるっていうチャンネルなんです。リンさんっていう女の子とケンジっていう男の子。この二人がこう会話をして、ケンジの方がね、ちょっと大体ダメな悩みを持ってたりするんですよ。で、リンさんが先生のような形で、その本に書かれている内容をね、すごくわかりやすく
漫画のね、こう、ストーリー仕立てで教えてくれます。で、多分ね、プロの声優さんがね、ちゃんと読んでるんじゃないかなと思います。あれはね、AI の音声ではないと思いますね。で、このチャンネルのやっぱり魅力はね、こう難しいビジネス書、ね、ビジネスの本とか、あと、こう自己啓発っていうんだけど、自分をね、こう高めたりするような、そういう本を、アニメのね、そういう漫画の形式ですごくわかりやすく教えてくれるっていうところです。だから、その本をね、もちろん自分でしっかり読んだ方が身になる、ためになるんだけど、そこまでのちょっとテンションとかじゃない隙間の時間に、聞くっていうのにはすごくぴったりな手軽さですね。で、もちろんそこで知った本をもっと深く知りたいなと思って買うっていうこともあります。うん。あとはね、聞き流し系でいくと、やっぱりピボットとか、リハックとかいうね、ビジネス系の YouTube ですね。これはね、ピボット、リハック。日本のビジネス界の YouTube ではすごく人気だと思います。で、ピボットは、こう、健康とか、あと投資、それから習慣。なんかそういうイメージがありますね。健康の情報だったら、こうお酒を飲む人の肝臓、このね、お酒を消化する肝臓の守り方とか、あと投資だったらお金の話でしょ。あと習慣、そういうのだったら、こう脱スマホ術とかだよね。スマホをついつい触っちゃう。で、なるべく触らない時間を増やすにはどうしたらいいか、みたいなね。そういう、それぞれのね、こう分野の専門家の人を呼んで、アナウンサーの人と、こう、話をしてる。対談をしてるっていうイメージのチャンネルです。なんか、本屋さんの、こう、目立つ位置に並んでるテーマ、そういうのと、すごく似てるテーマを扱ってるような気がしますね。本屋さんってさ、すごい日本人のね、本音が現れてる場所だなって思うんですね、私。うん。こう、欲望みたいなもの、こうなりたいとか、こういう風にしたいと思ってること。でもそういうのってみんなこう人前ではあんまり言わないでしょ？でも本の表紙はさ、こう手に取ってほしい。みんなに買ってほしい。だから、みんなが今思ってるようなこととか、困ってること、あと叶えたいこと。そういうのを本の表紙ってね、すごく表してずらーって並んでるんだよなって思うんですね。そういうテーマに似たものを扱ってるチャンネルだなっていうふうに思いますね。うん、ピボットとリハックよく見ます。あとはね、音楽ですね。音楽は皆さんも知っている人がいるかもしれないです。ザ・ファーストテイクですね。大人気のチャンネルです。うん。このチャンネルのコンセプト。これはもう名前の通り、すごくシンプルです。一発撮りって言います。ね。ザ・ファーストテイク。つまり、こう有名なアーティストが、本当に白いね、シンプルな、こうスタジオに立って、で、マイクがね、一本あるだけ。そう、観客もいないし、音を後から修正したりもしない。まさにね、こう、一発撮りの一発勝負の音源を流してる。だからこそ、撮り直しが効かないんですね。アーティストの息遣いとか、緊張感がね、すごくいいんですね。宇多田ヒカルさんとかね、私結構昔からやっぱりそういう世代なので聞いてきてるんですけど、本当にね、鳥肌が立ちます。かっこよかったです。ファーストテイクの宇多田ヒカルさん。うん。イヤホンで聞くとね、特にその世界観にすごい入り込めますね。で、やっぱり一発撮りなのにこんなに上手なんだっていう驚きがあるんですよ。そのアーティストの実力がね、もうもろにこうダイレクトに出る。
そんな感じです。だから完成されたミュージックビデオとかね、あとはアドレナリンがすごい出てるライブとか、そういうのとはちょっとまた違う、アーティストの生の表情とかありのままの歌声っていうのがね、すごく楽しむことができるので、好きなねアーティストが出たら必ず見てます。でこれ海外のアーティストも結構出てるので、まだ知らないよっていう方はね、ぜひ見てみてください。はい。そんな感じでね、結構本当に耳で楽しめるコンテンツっていうのを私はよく聞いています。でもね、次に紹介するチャンネルはちょっとね、つい見入ってしまう、そういうチャンネルですね。バッパ翔太さん、バッパ翔太っていうチャンネルです。でこれは日本人の翔太さんが世界のいろんな国に旅に出ていて、その国のドキュメンタリーを作っているチャンネルです。でその映像とクオリティ、あと構成もね、もうね、とても個人でやってるとは思えないくらいにすごいハイクオリティなんですね。でまず普通の日本人とかテレビ番組では危なくて行けないような場所にもね、どんどん入っていってカメラを回していくんですね。でだいたい現地のガイドの方と一緒に現地に入ってレポートをされています。で彼のね、その翔太さんのすごいところが、行く先々の国のね、人々とか文化、そしてそこで起こっている問題に対して常に深くね、敬意っていうのかな、敬う、思いやる気持ち、そして敬意を持って接されているところです。なんか再生数が欲しいから冷やかしに行ってるみたいな、そういう空気がね、まるでないんですね。だからインタビューする時も上辺だけの質問っていうのはあんまりしないし、結構切り込んでね、ズバって聞かれてることがあるんだけど、嫌な感じがしないんですね。だから現地の人もあんまりその彼にイラッとしたりせずに、すごく心を開いて答えているっていうようなイメージがあります。であとはその土地の食べ物とかですね、その普通の人がちょっと虫とかね、ちょっとあんまり普段食べたくないなって思うようなものであっても、必ず現地の人と同じものを自分も食べるようにしてるんですね。だから自分をその現地にフィットさせてレポートをしている感じがとってもあります。でテーマもね、その国のちょっと暗い部分、問題としている部分、闇の部分とか言いますね。一見明るい国に見えても実はこういう闇があるよ、そういう国が抱える問題とか、歴史の背景とかね、そういう問題をね、深掘って取材をして発信しているチャンネルです。でこれはね、やっぱり映像をね、しっかり見ながら楽しんでる YouTube ですね。で彼のね、YouTube のコメントになんでこれが無料で見れるのに日本のレジ袋の方が有料なんだよみたいなコメントがありました。でも本当にね、そう思います。でもなんか私自分の好きな YouTube もこうやって振り返ってみたんだけど、やっぱりね、生身のね、人がやってる YouTube っていうのがいいですよね。そう思います。なんかそのフェルミ漫画大学も漫画自体もね、あれは AI 生成じゃないと思います。で声もやっぱり AI の音声にはあそこまで上手に喋れないと思うので、あれは声優さんが読んでくれてると思います。だから他のチャンネルにしてもやっぱり AI じゃないものを見たくなるなって思いましたね。じゃあそれではね、ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。1時間の聞き流しをしながら
こう楽しんでもらえたかな？こう忙しい毎日の中でね、日本語の学習に私のチャンネルをこうして選んでくれて本当に嬉しいです。生身の人間であることを、最大限に活かしてですね、これからも皆さんと、フランクで、こうリアルな日本語のお話し相手として選んでもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まっ